雪の壁の間を兵士たちが木の扉を運んでいく。アメリカ陸軍が撮影したキャンプセンチュリーの記録映像である。グリーンランドの氷床の下に陸軍は町を作った。原子炉で動く町だ。それは動いた。ただし氷は止まらない。雪がゆっくり流れ、溝が閉じてくる。なぜここに町を作り、なぜその形を保ち続けたのか。原子爆弾、超音速の長距離爆撃機、大陸間弾道ミサイル。こうした兵器が現れ、軍の関心が北極圏に向かうのは避けられなかった、と陸軍の技術報告書は書き出している。北半球の主要な大陸の間の最短空路がそこを横切っていた。グリーンランドやアラスカが戦略上重要になった。グリーンランドの中レ空軍基地などの施設が作られ、北極圏に沿った早期警戒レーダー網も広げられた。同時に北極や亜北極で軍事行動を続ける能力を高める研究開発が緊急に必要だと明らかになった。1953年、現地調査でグリーンランドの戦略的位置を軍事的に活用するための工学上の問題が検討された。そこから出た目的の一つが、氷管の上に基地を建設する技術の開発だった。氷床を覆う雪に溝を掘り、屋根をかけ、中に建物を建て、雪が積もって埋めていく。標準の溝は、設計では床での幅も高さもおよそ7メートル。工兵隊本部が示した設計の条件は、100人を1年を通して収容でき、電力と水移動を動かす蒸気を原子力発電プラントで賄う雪の下の施設とすることだった。この100人は、居住の実績ではなく、施設全体の設計上の収容能力である。なぜ原子力だったのか。ディーゼルやガソリンを運び込み続けることは、遠隔地では平坦の重い負担になる。太陽は極夜の間使えず、風は当てにならず、水力は夏の2、3ヶ月に限られる。原子力が唯一の実行可能な解決策に見えた、と陸軍の技術報告書は書いている。氷床を試験地に選んだ主な理由は、溝が過度に変形するような場所でこの種のプラントを据えてうまく動かせるなら、より穏やかな環境での設置と運転は容易になるというものだった。建設は1959年6月に始まり、1960年10月に完成した。使えたのは、短い夏の施工期間2回だけである。原子力プラントを建造したのは、民間企業のアルコプロダクツである。プラントの名前は PM2A。設計の途中でアルコは、プラントの一部は標準の幅の溝には実用的に収められないとして、制限の緩和を求めた。主要なモジュールが入ったのは、最大幅およそ12メートルの3つの溝で、波形の金属アーチで覆われた。この金属アーチで覆う案は、設計を研究する陸軍の機関から出たものだった。特定の厚さのアーチなら設計寿命を満たす。ただし荷重が左右対称にかかること、雪が温まりすぎない換気など、条件付きの意見だった。案は受け入れられた。壁を垂直に立てた幅の広い直壁の溝を覆うこの工法は試験されておらず、満足な構造にならない恐れがある。当時からそう認識されていたが、変わるものはないと思われたとある。1960年10月2日、プラントは初臨界に達し、稼働状態に入った。報告書はその後の運転をこう要約している。定期的な保守や修理による停止を除き、1963年7月9日まで連続して運転した。鍵は停止を除きという部分である。では実際にどれだけ止まっていたのか。1961年にはタービン発電機の相次ぐ不調で3つの期間電気の出力がなかった。1962年の公式な運転記録も同じ報告書にある。オンライン率 74.1%。止まっていた時間の大半は原子炉建屋の溝を覆う金属アーチの屋根を補修する間のものだった。なぜ屋根を補修する必要があったのか。ここでは溝全体の閉塞と PM2A の金属アーチの変状を分けてみる必要がある。まず、溝全体である。報告書は、荷重で雪が破断して崩れる型と、雪がゆっくり変形して流れる型を分け、センチュリーで観測されたのは後者だけだと書いている。崩れ落ちたのではない。雪がゆっくり流れ、溝が閉じてきたのである。変形の速さは多くの場合予測に近かった。予測の数倍になったのは、建物や機器の熱がこもり、周りの雪が数度温まった場所である。ではなぜ熱がこもったのか。元の計画にあった換気の系統は設置されなかった。建物などの内部の換気については深刻ではなかった、と報告書は書いている。
対流と雪が空気を通す性質で、溝の中には十分な新鮮な空気があり、一酸化炭素が危険な水準に溜まることはなかった。深刻な問題になったのは、溝から熱を排出する系統を設置しなかったことだった。報告書は後の箇所で、こう結論して良いと書いている。設計の初期には求められていた対流を遮る仕切りを使っていれば、閉塞の速さは大きく抑えられたはずだ。熱を逃がすか排出する仕組みがあれば、大掛かりな保守なしに溝の使える期間も伸びていたはずだ。一方 PM2A の金属アーチについて報告書は、不均一な複接によって非対称の荷重が生じ、返上に至ったと記している。暗い季節までに建設を終える必要があり、PM2A の入った3つの溝では、金属アーチが雪で均一に覆われないまま残った。アーチは左右で異なる荷重を受け、1年目の終わりには何箇所も深刻な返上を示した。座屈したアーチの一つは、建屋の屋根に触れるところまで降りてきた。3年の間に、2回、アーチの一部がおよそ 1.8 メートル持ち上げられた。建物などの損傷を防ぐためである。形を保つ手当は屋根だけではない。元の断面を保つために削り取り、運び出す必要がある雪の量は、年におよそ1万5000立方メートルと見積もられている。報告書は、センチュリー以下の規模のキャンプでもこの削り出しは負担が大きいと書いている。報告書は後に十分な保守計画が前提だとも書く。この数字とつなぐと、形を保つ作業はこの基地を運用し続けるための条件だったということになる。承認された設計計画からの大きな逸脱を報告書は5つ挙げている。理由は項目ごとに違う。先ほどの換気の系統は、建物などの内部の換気も溝からの排熱も含めて、その5つの1つである。もう1つが、下水を溜める穴の位置だった。計画に明記はないが、近くの建物から150メートル以上と合意されており、実際には46メートルしか離れていなかった。暖かい排水が周りの雪を数度温め、下水溜めに近い溝の端では、雪の床がおよそ 1.2 メートル沈み、そばの建物2棟が撤去された。1963年7月9日、PM2A は停止した。移設するかどうかの判断を待つ形での停止だった。その約1ヶ月後、撤去する計画が陸軍省で承認される。撤去決定の主な理由として記されているのは、通年運用をやめて支援費を減らす計画だった。通年運用をやめ、PM2A を1年の一部で無人のまま残せば、大きな技術的困難が生じ、部分運転では利用率も低くなる。それが撤去を唯一の実行可能な選択肢にした、と報告書は続けている。1964年の夏、PM2A は解体され、アメリカへ運び出された。報告書の終わりの方に結論の欄がある。キャンプセンチュリーの主要な目的は達成された。標杆の上の地下キャンプは実現でき実用にも足る。ただしセンチュリーと同等か、それ以上に寒い環境に限る。モジュール型で半過半の原子力プラントも実現でき、実用にも足る。こちらは、キャンプセンチュリーと同等かそれ以上の規模の遠隔軍事施設が対象である。結論の3番目には、下を掘り広げて雪だけで屋根を支える溝と、金属アーチなどで覆う直壁の溝の双方が、適切に施工されれば実現可能で、許容できる程度に機能するとある。それぞれに固有の用途がある。雪の削り出しを続ける手段は、どの雪の下のキャンプでも初期計画から入れておくべきである。設計上の寿命はおよそ10年が上限。これもセンチュリーに似た環境での話で、十分な保守計画が前提である。同じ報告書の結果の要約には、地下キャンプの運用と保守について、ある程度受け入れられる解決策がない重大な問題は2つだけ残っているとある。雪の溝の床をキャタピラの車両が走れるように安定させること。吹き溜まりの雪が雪の下へ降りる出入り口を塞ぐのを防ぐこと。ただし後者には、1964年に感知工学研究所が考案し、キャンプセンチュリーで試験した覆い付きの出入り口が有望に見えると付記されている。目的の達成と次に作るものが引き受ける条件が、報告書の同じ52ページに並んでいる。この基地の存在は当時から公表されていた。陸軍は記録映画を作り、氷の下の暮らしを見せている。はじめに見た扉を運ぶ兵士たちも、その記録である。氷床の雪を掘り下げ、屋根をかけ、雪の下に町を作った。町は動いた。ただし、氷は止まらない。形を保つには、雪を削る継続的な手段が必要とされた。PM2A のアーチは、3年の間に2度持ち上げられた。
陸軍が書いた設計上の寿命の上限はおよそ10年。センチュリーに似た環境で十分な保守を続けるならという条件付きで、その保守をいつまで誰が続けるのか、その先はこの報告書の範囲外である。出典はアメリカ陸軍艦地工学研究所の技術報告書 TR-174、そしてアメリカ陸軍が撮影し、公文書として公開されている記録映像である。本チャンネルは世界各国の政府が公開した機密解除ファイルや公式記録を原文の記述に忠実に紹介していく。これからも世界各地各年代の事案を一件ずつたどっていく。